この男の本当の顔を皆さんに見せます。高級レストランの個室。コンビニの制服を着た中年女性が、プロジェクターのスイッチを入れた。画面に映ったのは、違う。これは誤解だ。男の叫び声が部屋に響く。若い女性が崩れ落ちるように、泣き始めた。お母さんどうして。誰も言葉を失った。シャンパンのグラスが、静かに揺れている。けれど、彼らはまだ知らなかった。この夜が、すべての始まりに過ぎないことを、東京杉並区、小さな住宅街の一角に、古い日本家屋がありました。狭いには庭椿の木が一本。亡き夫が植えたものです。春の日差しを浴びて、淡いつぼみをつけていました。この家に住むのは、斉藤恵子、56歳です。30年間、区立中学校で家庭科を教えてきました。けれど5年前、夫が急逝してから、すべてが変わりました。娘の恵美と二人きりの生活。退職金と年金で、なんとか暮らしています。恵美は27歳。都内の出版社に勤めていました。ある春の午後のことです。お母さん、ちょっといい。恵美が珍しく改まった声で、言いました。紹介したい人がいるの。その人の名前は港拓也。32歳。大手 IT 企業のマネージャーだと聞きました。週末、3人で食事をすることになりました。拓也は物腰が柔らかく、感じのいい青年でした。スーツ姿が板についています。話し方も丁寧でした。けれど、デザートが運ばれてきた頃でした。斉藤先生は、もう退職されたんですよね。拓也が笑顔で聞いてきました。公立の先生って、退職金結構出るんですか？その瞬間、恵子の胸に、小さな棘が刺さりました。何でもない質問だったのかもしれません。けれど、なぜそれを聞くのか。なぜ今、このタイミングで。恵美は少し困ったような笑みを浮かべていました。恵子は静かに答えました。まあ普通に、いただきましたよ。春の風が窓の外を吹き抜けていきました。椿のつぼみは、まだ開いていませんでした。食事会から数日後のことでした。恵美が仕事から帰ってきて、いつもより明るい声で言いました。お母さん、聞いて。拓也さんね、新しいプロジェクトを立ち上げるんだって。恵子は台所で、夕飯の支度をしていました。サバを焼いています。手を止めて、娘の方を見ます。AI を使った新しいサービスなんだって。すごく将来性があるって。恵美は嬉しそうでした。それで、私も少し投資しようと思って。投資。恵子は聞き返しました。100万円くらいなんだけど。100万円。恵子の手が一瞬止まりました。恵美の貯金は、それほど多くないはずです。大学を出てから5年。一人暮らしをしていた時期もありました。家に戻ってきたのは3年前です。やめなさい。恵子は静かに、けれどはっきりと言いました。そういうのは会社がやることでしょう。個人が出すものじゃないわ。恵美の表情が、みるみる曇っていきました。お母さんは、彼のこと何も知らないくせに、その声にはトゲがありました。今まで聞いたことのない、鋭い響きです。拓也さんは本気なの。私も応援したいだけなのに、どうしてわかってくれないの？恵子は何も言えませんでした。
娘の目には涙が浮かんでいました。けれど、それは悲しみではなく、怒りのように見えました。二人の間に、冷たい空気が流れました。エミはカバンを持ったまま、自分の部屋に入ると、ドアを閉めてしまいました。バタン、という音が響きました。ケイコは焦げそうになったサバを、慌てて裏返しました。その夜、ケイコは一人、居間に座っていました。窓の外には春の闇が広がっています。街灯の明かりがぼんやりと庭を照らしていました。30年、教師をしてきました。たくさんの生徒を見てきた。親との面談も数えきれない。でも、自分の娘のことは、ちゃんと見えていなかったのかもしれません。エミは優しい子でした。小さい頃から、誰かが困っていると、放っておけない性格でした。けれど優しすぎるところも、ありました。人を疑うことを知らない。それが心配でした。拓也という男性。笑顔は感じが良かった。話し方も丁寧でした。けれど、あの質問。退職金のこと。なぜあんなことを聞いたのか。普通、初対面で聞くことではありません。恵子の胸に不安が広がっていきました。このままでは、娘が傷つくかもしれない。そうつぶやいたとき、エミの部屋の明かりが消えました。娘はもう寝たようです。恵子は暗闇の中で、じっと考え続けていました。どうすればいいのか。何が正しいのか。娘を守りたい。けれど娘の気持ちも、尊重したい。その間で揺れていました。時計の針が、静かに進んでいきます。答えはまだ見つかりませんでした。春の夜は静かに、更けていきました。恵子は決心しました。娘を守るために、自分の目で確かめなければならない。近所のセブンイレブン荻窪店に、こっそり応募したのです。拓也の会社がそこから、徒歩5分のところにあることを、知っていました。面接は簡単に終わりました。夜勤、できますか？店長は優しそうな、中年の男性でした。はい、大丈夫です。恵子はうなずきました。エミには何も言いませんでした。夜勤初日。夜の10時。恵子は店の裏口から入りました。制服に袖を通すと、胸が少し痛みました。56年生きてきました。教師として、母として、妻として、けれど今、コンビニの制服を着ています。これでよかったのか。そう思いながら、レジの前に立ちました。深夜のコンビニは、思ったより静かでした。お客さんは、ぽつりぽつりとしか来ません。商品の補充をしたり、床を掃除したり、時間はゆっくりと過ぎていきました。午前1時を回った頃です。ドアのベルが鳴りました。顔を上げると、拓也が入ってきました。隣には若い女性がいます。派手な服装の20代前半くらいの女性でした。恵子の胸が高鳴り始めました。二人は笑いながら、お酒の棚に向かっていきます。恵子はとっさに顔を伏せました。ねえ、もう一軒行こうよ。女性の甲高い声が聞こえます。いいよ。じゃあ、今度はホテルで続きを。拓也の声でした。その言葉が恵子の耳を刺しました。手にしていたお弁当が床に落ちました。ガシャンという音が響きました。拓也が振り向きました。恵子と目が合いました。一瞬、拓也の顔がこわばりました。けれどすぐに、
冷たい笑みに変わりました。あれ、斉藤先生じゃないですか。その声はあの日の食事会とは違っていました。こんなところで働くなんて大変ですね。あざけるような響きでした。恵子は何も言えませんでした。拓也は女性の腰に手を回してレジに向かってきました。缶ビールとおつまみを置きます。680円です。恵子は声を絞り出しました。拓也は札を投げるように置いて、店を出て行きました。女性の笑い声が遠ざかっていきます。恵子はその場に立ち尽くしていました。床に散らばったお弁当、壊れたプラスチック容器。これが娘が愛した男の本当の姿でした。けれど、これを娘にどう伝えればいいのか、恵子にはわかりませんでした。時計の針が深夜2時を指していました。コンビニの蛍光灯が冷たく光っていました。拓也が去った後、恵子はゴミを捨てるために外に出ました。裏口を開けると、4月の夜風が頬を撫でていきました。冷たい風です。ゴミ袋を持ったまま、恵子は立ち尽くしていました。誰もいない駐車場。遠くで、救急車のサイレンが聞こえます。涙が頬を伝いました。止めようとしても、止まりませんでした。娘の婚約者が、こんな人だったなんて。声にならない声が、喉から漏れました。恵美は知らないのです。拓也の本当の姿を、あの笑顔の裏に隠された、冷たい本性を、けれど、どうやって伝えればいいのか。お母さん、コンビニで働いてるの、なんで、そう聞かれたら、何と答えればいいのか。あなたの婚約者を監視するためよ。そんなこと、言えるはずがありませんでした。恵子は震える手で、ゴミをゴミ箱に入れました。その時、携帯電話が鳴りました。恵美からでした。もしもし。恵子は声を整えて、電話に出ました。お母さん、聞いて。恵美の声は弾んでいました。明日ね、拓也さんが正式に挨拶に行くって。婚約をちゃんと認めてもらいたいって。恵子の心臓が止まりそうになりました。婚約。正式な挨拶。そうよかったわね。恵子は笑顔を作りました。声だけでも明るく聞こえるように。楽しみにしてるわ。ほんと、お母さん、ちょっと反対してたから心配だったんだけど。大丈夫よ。恵子の手は震えていました。携帯電話を持つ手が小刻みに揺れています。じゃあね、お母さん。おやすみ。おやすみなさい。電話が切れました。恵子はその場に座り込みました。冷たいアスファルトの上、膝を抱えて、うずくまりました。56年、生きてきました。夫をみどりました。娘を育てました。何百人もの生徒を教えました。けれど今、何もできない自分がいます。娘を守ることも、真実を伝えることも、無力でした。けれど、恵子はゆっくりと、顔を上げました。夜空には星が、一つも見えませんでした。都会の空はいつも曇っています。このままでは、終われない。恵子はつぶやきました。立ち上がりました。膝についた砂を払います。娘を守るために、自分にできることがあるはずです。まだ諦めるわけには、いきませんでした。裏口のドアを開けて、店に戻りました。蛍光灯の光が、相変わらず冷たく輝いていました。
けれど稽古の目には、もう涙はありませんでした。時計の針が、午前3時を指していました。長い夜はまだ、終わっていませんでした。その夜、家に戻った稽古は、一人で居間に座っていました。時計の針は午前4時を指しています。窓の外はまだ暗いままでした。ふと、亡き夫の言葉が、蘇りました。人は、弱い者にどう接するかで本性がわかるんだよ。夫が言ったのは、10年以上前のことでした。あの日、稽古は学校で悩んでいました。ある生徒が、クラスメイトをいじめていたのです。優しそうに見える子なのに、稽古がつぶやくと、夫は静かに笑いました。稽古。人間ってのはね、立場が上の人には優しくできるんだ。でも本当の性格は、自分より弱い立場の人にどう接するかでわかる。夕日が差し込む今でした。夫が入れてくれた麦茶の冷たい感触。その記憶が、今も鮮やかに残っています。稽古は立ち上がりました。パソコンの前に座ります。コンビニの店長から預かった防犯カメラの映像を確認する権限。画面に昨夜の映像が映し出されました。拓也が若い女性と笑いながら入ってくる姿。腰に手を回す姿。レジで札を投げるように置く姿。すべてがはっきりと記録されていました。稽古は震える手で USB メモリーに映像を保存しました。これが証拠ね。小さくつぶやきました。夫だったら何と言うだろう。稽古、お前はいつも正しいことをしようとする。それがお前のいいところだ。そう言って、笑ってくれるでしょうか。窓の外が少しずつ白んできました。夜明けです。稽古は椿の木を見つめました。夫が植えたあの椿。つぼみは少しずつ膨らんでいます。明日、すべてを明らかにしよう。稽古は静かに決意しました。娘を守るために、真実を伝えるために、それが母親としてできる最後のことかもしれません。あの頃、私は信じていた。小さな優しさが、すべてを変えられると。けれど今、わかります。優しさだけでは、守れないものがあることを、時には痛みを伴う真実を、突きつけなければならないのだと。空がオレンジ色に染まっていきました。新しい一日が始まろうとしていました。約束の日が来ました。新宿の高級レストラン。窓からは夜景が一望できます。エミが予約した個室でした。テーブルには白いクロスがかかっていました。シャンパンのグラスが並んでいます。エミは淡いピンクのワンピースを着ていました。髪も美容院で整えてきたようです。お母さん、まだ来ないのかな。エミが時計を見ました。拓也はスーツ姿で、落ち着いた表情で座っています。大丈夫、もうすぐ来るでしょう。その時、ドアが開きました。入ってきたのは、コンビニの制服を着た、稽古でした。エミの顔が真っ青になりました。お母さん、なんで、その格好。稽古は何も言わずに、部屋の中に入りました。手には小さなバッグを持っています。拓也の表情が一瞬こわばりました。斉藤先生、何か勘違いを。勘違いではありません。稽古の声は静かでした。けれど、強い響きがありました。この男の本当の顔を皆さんに見せます。
恵子はバッグから小さなプロジェクターを取り出しました。壁に向けてスイッチを入れます。画面に映像が映し出されました。コンビニの店内。深夜の映像です。拓也が若い女性と笑いながら入ってくる姿。女性の腰に手を回す姿。じゃあ、今度はホテルで続きを。拓也の声がスピーカーから流れました。笑みの顔から血の気が引いていきました。これは嘘よね。震える声でした。部屋がざわめきました。レストランのスタッフも何が起きているのかわからず、戸口に立ち尽くしています。違う。これは誤解だ。拓也が立ち上がりました。あれは、ただの同僚で。同僚が、ホテルに行くんですか？敬語の声は冷たいままでした。それに、これだけではありません。敬子は封筒を取り出しました。中には何枚かの書類が入っています。あなたの会社の登記簿です。実体のないペーパーカンパニーでした。拓也の顔がみるみる青ざめていきました。あなたは娘に投資させて、そのお金をやめろ。拓也が叫びました。けれど、その声は虚しく響くだけでした。恵美は椅子に座ったまま、動けませんでした。涙が頬を伝っています。恵子は娘の肩に、そっと手を置きました。恵美、お母さんは、あなたを守りたかっただけなの。恵美は顔を上げました。目は真っ赤に腫れています。お母さんごめんなさい。その声は小さく震えていました。拓也は何も言わずに、部屋を出て行きました。残されたのは、母と娘、そして、冷めたシャンパンのグラスだけでした。窓の外では、東京の夜景が輝いていました。けれど、この部屋の中には、静寂だけが残っていました。真実はいつも遅くやってくる。けれど、来ないよりは、ましなのだと、恵子は思いました。拓也が部屋を出て行った後、恵美は椅子に座ったまま、動けませんでした。涙が止まりませんでした。頬を伝い、テーブルに落ちていきます。恵子は娘の隣に座りました。そっと肩に手を置きます。お母さん。恵美の声は震えていました。ごめんなさい。信じてあげられなくて。涙で顔がぐしゃぐしゃになっていました。お母さんはずっと心配してくれてたのに。私、何も見えてなかった。恵子は何も言わずに、娘の肩を抱きました。温かい体温が伝わってきます。恵美。恵子は静かに言いました。大切なのは、誰を信じるかじゃないの。窓の外の夜景を見つめます。本当の自分を見失わないことよ。恵美は顔を上げました。目が真っ赤に腫れています。でも、人は誰でも間違えるものよ。恵子は優しく微笑みました。お母さんだって、たくさん間違えてきた。そう言いながら、恵子は思い出していました。夫を亡くしたとき、どれだけ絶望したか。恵美にどう接すればいいのか。わからなかった日々。けれど、娘がいたから立ち直れました。恵美、あなたは優しい子よ。人を信じられるのは素晴らしいことなの。恵子は娘の手を握りました。ただ、自分のことも大切にしてほしいの。恵美はまた涙を流しました。けれど今度は違う涙でした。お母さんありがとう。その声は少しだけ明るくなっていました。レストランのスタッフが
そっとドアを閉めてくれました。二人だけの時間。恵子は娘の背中を優しく撫でました。これからは二人で生きていこう。恵美はうなずきました。窓の外では東京の夜が続いています。けれど、この部屋の中には小さな光が灯り始めていました。もう、責めるのはやめよう。静かな声で、恵子は心の中でつぶやきました。拓也を責めても、何も変わりません。大切なのは、娘と自分がこれからどう生きていくか。恵美の涙が、少しずつ止まっていきました。顔を上げると、小さく笑いました。お母さん、お腹空いた。恵子も笑いました。そうね。何か食べましょうか。二人は立ち上がりました。シャンパンのグラスは、そのままテーブルに残して、新しい一歩を踏み出すために、レストランを出ると、春の夜風が頬を撫でていきました。冷たいけれど、心地よい風でした。恵子は娘の手を握りました。恵美もぎゅっと握り返してくれました。二人は静かに歩き始めました。数ヶ月が過ぎました。季節はまた春を迎えていました。荻窪の商店街。古い建物が並ぶ小さな通りです。その一角に小さなベーカリーが開店していました。白い外壁に木の看板。手書きの文字でパン工房椿と書かれています。恵子が開いた小さなお店でした。朝の6時。恵子は店の奥でパンを焼いていました。オーブンから香ばしい匂いが漂います。小麦の香り、バターの香り。窓からは朝日が差し込んでいました。ガラス越しに桜の花びらが舞っています。ひらひらと風に乗って、店の前の通りには桜並木がありました。満開の桜が朝の光を浴びて輝いています。あの日からたくさんのことがありました。恵美は出版社を辞めて、今は恵子と一緒に店を手伝っています。二人で毎朝パンを焼いて、お客さんを迎えて、簡単な日々ではありませんでした。けれど、充実していました。恵子はオーブンからパンを取り出しました。狐食に焼けたクロワッサンです。その時、店のドアが開きました。エプロン姿の恵美が入ってきます。髪を後ろで結んで、すっきりとした表情でした。恵美は無言でレジの前に立ちました。準備を始めます。恵子は娘の横顔を見つめました。あの夜から、恵美は変わりました。少しずつ、けれど確実に、強くなりました。そして、優しさも失いませんでした。窓の外で、桜の花びらが舞い続けています。人生は、まだこれから。恵子はそう思いました。56年、生きてきました。夫を失い、娘と衝突し、辛いことも多かった。けれど、今ここにいます。娘と一緒に、小さな店を営んでいます。それだけで、十分でした。開店の時間になりました。恵美が店の扉を開けます。風が店の中に入ってきました。桜の香りを運んで、いらっしゃいませ。恵美の声が店に響きました。最初のお客さんが入ってきます。近所のおばあさんでした。あら、いい香り。おばあさんは笑顔で言いました。恵子も微笑みました。窓の外、淡い春の光の中で、母と娘の笑顔が、ゆっくりと重なっていきました。杉並区の小さな家の庭では、
椿の花が咲いていました。淡いピンクの花びら。夫が植えた、あの椿です。恵子は思い出しました。あの春の午後、江見田拓也のことを話した日。あそこから、すべてが始まりました。けれど、今ここにたどり着けました。朝日が店全体を照らしています。新しい一日が始まろうとしていました。